夢日記。大名屋敷。大名屋敷の夢を見た。自分は夢の中でも布団に入っていて、今では考えられないような立派な木材を贅沢に使った広い平屋の日本家屋だった。自分が寝ていると、男たちのやーという張り上げられた声がだんだんと近づいてきた。布団から出て、襖をちょいと開けて覗いてみると、袴に上半身裸の男たち5人ほどが朝稽古から戻ってきているところだった。男たちは縁側まで来ると、水の入ったたらいに手ぬぐいを浸し、軽く絞った後に汗のにじんだ鋼のような上半身を拭いていた。その中の一人が自分が覗いていることに気づいたようで、おう、なんとか殿、おきつき申したか。さあさあ、これから飯じゃ。わよ、起き上がって、こちらへ参られい。と言ってきた。でも、自分はその侍たちの姿を見た瞬間から怖くてしょうがなくて、しっしっし、しばし待たれよ、と言うので精一杯だった。というのも、その侍たちは実際に生きるか死ぬかの戦をしてきて、何人も人を切ったことがある侍たちであり、現代の役者が演じる侍とは全く次元が違うレベルで恐ろしい雰囲気をまとっていたからだった。平和な現代の日本でぬくぬくと生きてきた自分のような人間からすると、完全に日本刀を突きつけられているような恐ろしさだった。自分は襖の後ろで蛇に睨まれたカエルのごとく恐怖で動けないでいると、玄関先から身長2メートルを超えるような今のボディービルダーと比べても遜色のない筋肉と立派な入れ墨を背負った男がやってきて、侍たちと親しげに話を始めた。内容は詳しく覚えていないが、どうもこの大男は花火師らしかった。花火師との会話のおかげで侍たちの注意がそれたので、自分は拙者はちと川屋へ行って参るでござると精一杯絞り出すように逃げるように川屋へと向かった。場所がわからないなりに勘で川屋を探し出して入ってみると、中はなぜかオフィスビルにあるようなタイル張りで現代風の大きなトイレだった。夢の中で意識が朦朧としてるせいもあって、自分は急にしょんべんはどこにするものなのかわからなくなってしまっていて、洗面台にしょんべんをしていたら、前の会社の同僚が入ってきて、自分が洗面台にしょんべんをしてるのを見ると、何も見なかったかのように、そーっとドアを閉めてどこかへ行ってしまった。それでもまだ、洗面台にしょんべんを続けていると、次は別の同僚が入ってきて、作り笑いを浮かべながら、自分の後ろを通り過ぎて、小便器に向かってしょんべんをしだした。それで自分は、そこにしょんべんするのが正しいことを思い出して、その同僚の横の小便器に行って、そうそう、これが小便をするところじゃったの。すっかり忘れておったわ。ぐわっはっは、と笑いながら、小便器にしょんべんを垂れ流していたら目が覚めました。やたら、しょんべんする夢ばかり見るのは、現実世界でもしょんべんがしたくて起きるからです。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。